盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、冬の植え替えはしていいのかなという、そういうテーマでいこうかと思います。僕YouTube 始めてから結構いろんな方からねご相談を受けることが多くて、多分何百人ぐらいはもうお返事しとると思うんですけど、その中でもね冬植え替えしてもいいですかみたいなそういうご質問がちらほらねあるので、それにお答えするような動画にもなるのかなという感じです。はい、でその冬の植え替えなんですけども、一応ね僕の動画のテーマとしてはもう松盆栽に限定してるんで、松盆栽だけの話でとりあえずします。でそれで言うと松、黒松とか五葉松大体ね冬植え替え、全部が全部とは言えないですけど、できる方が多いです。で基本的な言い方し、基本的にはできるでいいのかな。はい、で今ちょっと濁した言い方したんですけどもできないのもいるんですね。できない種類じゃなくてそのできない状態というかできない状態何かというとこの、今目の前松ありますけど黒松なんですが芽がねこれはできるんですよ。芽がすごい貧弱な感じ、もう弱々しい、これ小さい芽ですけどそれでもね元気は元気なんですよ。これでもでこれは作業において葉っぱを切ってるんでちょっと弱そうには見えますけど十分元気です。ただこれね葉っぱ切りましたけど、切ったら切ったでね切った日よりかはちょっと間空けた方が安全かなとは思います。大して変わらんかもしれないですけど、はい、だから貧弱な芽の子どんなかいたらなかなかねちょっと説明はしづらいとこではあるんですけど、中心のつぼみがねもう小さいとかね、なんか葉っぱの数もちょっと一芽に対して少ないとかね、なんとなく弱々しい感じと、そんな風に受け取ってもらえたらなと思います。でこういう元気な子だったら、植え替えはできます。でそれこそどこの参考書を見ても結構いろんなとこ見てもその植え替えといえばもう春みたいなね、もう春一辺倒みたいなぐらいにありますけど、たまに五葉松とかね夏いけますよとかあんなんもあるんですけど、その植え替え多分ね元気な子だったら割と松だったらねいつでもできる場合が多いです。で盆栽になって何年か経ってる木だったらもうなおのことしやすいですね。はい、ただ植え替えすると木の勢いは絶対に落ちるのでごめんなさい、黒松とかは芽切りっていう作業があるんですね。で芽切りも結構木の勢いを落とすような作業なんでそれと重なるような時期はやめた方がいいのかなと。はい、なんで黒松は芽切りの時期からちょっと離すとかね、芽切りが6月頃だとしたらその手前とかその後とかね、後は絶対ダメですけど、はい、そういう時期は外したあたりとなるとだいたい冬の終わりからね秋の始まりぐらいがやりやすい時期と。春は春でええんですけどね芽切りが結構ね黒松やりにくくなるんで僕は結構黒松は冬をおすすめするようになりました最近。はい、五葉松は芽が元気になったタイミングでやっちゃえばいいかなと思います。はい、そういう時期とかそのできる話はそんな感じで、実際ね植え替えしていこうかと思うんですけど、根をねどこまで切ったらいいのかという、春と同じぐらいいっていいのかとか、そうですねどれぐらい切っていいのかっていう実践しながら見てもらおうかなと思います。で作業の前に使う用土なんですけど砂いっぱい取るんでねやっぱ新しい用土がいるんで今こっちにあるのがこの一輪車に乗ってるのこれがね石の粒です。はい、でそれにこの赤玉
この2本線の赤玉でいうと小粒かな。小粒どっか書いてないな、これ小粒、だいたい大きさでいうと多分3ミリから5ミリぐらいのサイズだと思います。別にこのメーカーの赤玉でなくてもどこのメーカーの赤玉でもまあ一応はいいと思います。はい。まあ砂だけよりかはちょっと赤玉混じっとる方がいいかなと。で逆に言うと赤玉ばっかでもちょっと僕はあんまり好きじゃないなっていう、まあそこそこもう割合はねもう大体でいいです。うちは、3、4割赤玉混ぜるかなっていうぐらいです。この石の粒にね。はい。で底砂はねちょっと水はけよくね軽い方がええんですけど、これ日向土っていうんでこっちに開けたのがあるんですけど、まあこれはその盆栽の大きさに対して粒またいろいろあるんで変えてもらったらいいんですけど、まあ今日の小さい植え替えのはまあこれぐらいの粒のサイズでいいかなと思います。軽石で水はけがすごくいいので、まあ、そこの方に敷いておくとすごく調子がいいという。はい、で植え替える鉢は何個か用意したんですけど、まあ、この中からね合うのがあればいいなと思って用意してきて、まあ、この中のどれかに植え替えようかなと思います。じゃあまあでは早速植え替え作業に入っていきます。まず用土をね赤玉と石の粒の砂を混ぜていってから、まあ、こっちの作業に入っていきます。でちょっとこれぐらいかな。よいしょ。でよくまあこれぐらい混ぜたらいいでしょう。パッと見た感じ全部ね茶色なんで分かりにくいですけど、まあこれぐらい混ざればというあたりで、はい、これはこれでちょっと置いといて、じゃあ早速この木を鉢からまず抜いていきます。スッといくかな。意外とすぐ抜けない。お、そうか。抜けないか。強いな。針金か。針金をお、来た。意外と簡単に抜けると思ったら、はい、こんな感じで。これは止まってた針金かな。よいしょ。
これでまあ根っこだけになったので、ここから必要最低限に挟んでいこうか。こういう根を切るときはね、ちょっと使い古したハサミなんかがいいですね。砂と一緒に切っちゃったりしてるんで刃こぼれしやすいので。結構冬の植え替えとはいえね、黒松強いんでこれぐらい切っても大丈夫です。で最後の方はちょっと切れ味のいいハサミで揃えてやると、切り揃える。で断面が綺麗な方が次ね、小根がね、小さい根が出やすいそうですこれぐらいかな。はい、こんな感じ。ちょっと次の植える鉢によってはね、もうちょっと根切るかもわからないです。これぐらいだったらもう十分安全ですね。こんだけ細かい根があるともうかなり、その辺が安全な基準というか、根がこれ細かいんです。粗いのはもう本数がもっと少ないのが粗いという状態ですね。この黒松今からね、次の鉢どれにするか選んでいくんですけども、木が少しこう半圏外、鉢の外に出るタイプのね樹形っぽいので、それに合うような鉢を今から選んでいきます。よいしょ、どれかな。ちょっと鉢が大きいか、もうちょっとコンパクトな方がいいかな。おお、ちょっとこっちで見せてこれ結構合うかも。はい、これ今んとこちょっと合いそうな感じがします。ちょっとね、今さっきこういう植え付け角度だったのをこんな感じでね斜めにして、はい、深さもあるので半圏外にちょうど合うかなと。この子ちょっとキープですねこれだとこれもありか。ちょっと僕見させてくださいね。かなりコンパクトな鉢になりますけど、深さがあるから用途的には問題なさそうな。これもありかな。ちょっとごめんなさい。これね、1回植えたら 2,3 年動かせれないんでね。いや、これもありだな。これちょっとこれもいいとこ。これはさっきの黒っぽい鉢の方が色はいいかなという。これどうだ。これはちょっと厚ぼったすぎますね。なんか鉢がごめんなさいね。ちょっとでかすぎる。となるとね、やっぱりこれか今のはちょっとゆったりめの鉢です。でちょっとこれきつめですね。多分これでもね、容量的にはねギリギリセーフやと思うんですけど、やっぱちょっとこのきつい感じがね苦手だな。ちょいゆったりなこちら、こう植えてたのをちょっと斜めに植えてね、さっきより。これでいきます。はい、ではね、この植える鉢に網をつけていくんですけども、普通網つける時ってこう中からねこう置いて、
中から針金でこの網だけ固定するんですけど、この鉢ね穴1個しかないんで、それをやるとね木と留める針金がねやりにくいというかね、ちょっと口だけでは説明しにくいんですけど、結局どうやるかっていうと外からね留めるんですね、網を。で木と鉢を固定する用の針金をこの木と鉢を固定する用の針金でこの網を留める。だったらこの一応網のね面でねこの、木と鉢をね留める針金を押さえてくれるというか、これでこの後で縛るんですけど、この網がねその縛るに留めの役割があるというかね、説明難しいなこういうやり方をうちではやっております。一つ穴の場合結構難しいんですけど、皆さんもこれ割とおすすめです。やってみてください。じゃあ鉢の準備ができましたので、あとは植え付けていきます。じゃあまずね底砂、先ほど説明にあった日向土、軽石です。今白っぽいですけど、水に濡らすと黄色っぽい感じなんですけど、これをどれぐらいかな、深いからそこそこ入れていいかな、これぐらい入れようかな。これ水はけ、排水ですね。やっぱり水はけいい方がね木は元気になりやすいんで、でその上に、赤玉と砂を混ぜた主溶土というかね、主に使う用土をこれぐらいかな。でこれも大体ですね。で本体をその上に置いてグッとね、しっかりこの木の底に、砂がちゃんとピタッとくっつく、もしくは入り込むぐらいな、そんなイメージでグッとね、隙間がない方がいいです、植え付ける時に。でこの植え付ける角度気をつけるのが、これ丸い鉢なんで正面は少々どこでもいいんですけど、正面まずは角鉢だったら正面で、この角度どれぐらい上げ下げあるかとかね、でこういう前のめりなんか後ろのめりなんか、これが合ってるかどうかはしっかり確認しながら植え付けていきます。ちょっとカメラ無視して勝手にやっちゃいます。これぐらいかな。そうこの鉢のね植える場所もね、前行き過ぎたり後ろ行き過ぎたり左右行き過ぎたりも気をつけましょう。結構見るとこいっぱいあります。とにかく一回植えたらね、植え直しは面倒ですし、しばらく経ったらもう植え直しができなくなるので、今日1日ぐらいは全然いいんですけど、植え直しもね、よしこれでいこう。で針金をいい場所で留める。これねちょっと斜めに植えるつもりなんで、ちょっとずつ見ながらですね、こんなもんかな、こんな感じ、ちょっと置こうか。でちょっとずつ針金締めて決めていこうと思います。これでうまくいってほしい。で針金締める時これ大事ですね。針金はしっかり固定しましょう。最終的にねあんまり幹持っちゃダメですけど、皮があんまりないので持ちますけど、持っても揺れないぐらい、もう結構決まってますけど、
はい、これが理想です。持ってもう鉢がグラングランしているようではダメですね。もういいかな。ちょっと動くけどもう一回締めようか。引っ張って隙間ができたと思ったらそこでぐるっと回す。よし、こんなもんでしょう。これで余分な針金を切って、でこのままだと手怪我しちゃいけないので、結び目をちょっと横に倒して、これは怪我防止ですね。見た目にも隠した方が、こんな感じでまず木は今、植え付けられて、次に砂を入れていきます。でこれ今ね、砂入れただけで乗ってるだけです。まだまだ中の方隙間があるんで、そういうとここれでお箸ですね、お箸の使い古し、こんなのでいいです。その鉢に合ったね、その木のサイズとか鉢の形に応じてつつきやすい棒状のものでつついてもらったら大丈夫です。つついてちょっとね、ぐらぐらっとこうやるとより奥に入りやすい。しっかりとね、これも大事な作業です。これさっき上に砂乗せてた時こんもりしてたのが、ちょっと用土の面が下がっていったのが分かると思います。はい、植えたその日ぐらいはね、もう山盛りまではいかないにしてもしっかり用土入れときましょう。ちょっと粘りが隠れるぐらいでも大丈夫です。水やりしてたらね、ちょっとずつ砂と入れてね、減ってもいきますしね、ちょっと最初ぐらいは多めに入れといて、こんな感じ。はい、できたかな。ちょっと自分で確認します。OK でしょう。はい、出来上がり。ちょっとね、気持ち鉢に対してこっちの方に植えてますけど、こっちの方に寄ったような感じはあるんですけど、こっちの方に植えるとね、ここが当たりそうな感じがあったので、ここと鉢がね、やっぱ当たるのは当たるのでよくないんで、あえて真ん中からちょっとこっちに植えて、ここが当たらないような感じでね、またこれから針金かけてね、この辺枝が広がってくると思うんですけど、これぐらいの植え付け角度、植えた場所がいいかなと思ってやりました。はい、これは以上です。さっきのね、植える前これに割ってましたけど、それはやっぱね、こんな鉢に割ってるよりかは、ちょっと見てみます。最初こんなんだったんですよ。多分ちょっとこれぐらいね、ちょっとこれぐらいでこの鉢に変わった。だいぶ変わりますよね。鉢が変わっただけでね。はい、で今の時期は真冬です。はい、黒松は結構僕はもう真冬おすすめしてます。はい、でなんですけど、今植え替えてもう動画終わりみたいな感じになりそうなんですけど、もう一つちょっと付け加えで、これね、五葉松です。こっちこれ、ここから下が、僕の今指から下が黒松なんですけど、継いでる五葉松でもね、継いでない五葉松でも一緒か。割と真冬植え替えいけます。はい、ただ継いでないその種からの五葉松はちょっと弱い感じの芽をしてたら
強くなるまでほっときましょう。結構5月が良かったりもするんですよ、五葉松ね。はい、でこういう五葉松もちょっとさっき喋りながらねゆっくりやったんで、ちょっと今度テンポアップでいこうかなと思うんですけど、結構この長いのねある程度あんま切りすぎダメですよ。ちょっと剪定と同時にやっても別に問題はないです。これぐらいだったら、はい、中の芽を切るような、まあそういうことは五葉松しなくていい作業なんですけど、そういうのをしちゃったら植え替えできないですけど、これぐらいの剪定だ、ちょっといいかな、これぐらいの剪定だったら植え替えには問題ないです。ただ剪定はしすぎると植え替えに問題ありになってくるんで、まあ今切ったぐらい、はい、どれぐらい切ったかな、まあ、大して切ってないです。大して切ってない、こんなぐらいか、3つしか切ってない。まあもうちょっと切ってもまあいいけど、まあこれ今切る必要がないから切らないですけど、まあもうちょっとぐらい切ってもまあ植え替えできんことはないです。はい、これもついでにやっちゃおうかな。これももう五葉松もどれぐらいやるかっていうのを今度は割と黙ってささっとやるんでちょっと皆さんよく見ててくださいということ。あんまりね動画長くなりすぎてもね見てると飽きちゃうのもいかんので、はい、ちゃっとやります。こういうこれつないでやっぱ喋るんだけどこれそこにね引っかかってるとまあものの見事に抜けません。これを上から抜こうか。よいしょ。こうやって引っかかりをなくしたら多分ほらスポット、はいよし、これでこれあんまりまだ植え替えて1年か2年ぐらいだったかな。植え替えて間がない子はほどほどにはい、ちなみにほどほどの根切りは根のさばきというか根を切る作業はほどほどがこれぐらいですね。もっと植え替えしてもうあと 1,2 年してたらもうちょっと切ってもいいんかな。なんかでもちょっと強そうな根がいるからそれぐらいは切ろうかな。ぐるぐる回ってるな。なるべくねこう置いてきれいに立てるぐらいがねいいんですけどね。こっちかなしょ、もうちょっと元気な時期が時期じゃないな、タイミング、植え替えのタイミング、まあ来年ぐらいにこの作業してたらもうちょっと切ってるかもしれないです。はい、とりあえずこれぐらいで鉢を、この子は模様着だから落ち着いた感じの、これ合うのがまあ今見てたら、この子ちょっとここにね模様があるこの子かなと思ったけど、結構この子可愛い感じがあるんで、これ色のついた鉢とかもね意外といけそうだなっていう、サイズも意外とこれだな。松ってね結構今この辺にいっぱい並べてる黒っぽい茶色っぽいね暗い色が多いんですけど、これ五葉松でこれ小さいサイズで形がなんだろう可愛い感じの子はこれ色のついた鉢もありなんじゃないかなと思いますね。ちょっと自分で見ます。こ
これいけそう。これちょっとこれにしてみます。あえてね松ですけど釉薬のついた色のついた鉢にこれに植えてみます。じゃあこの子も鉢の穴が1個しかないので裏からつけるパターンでいきます。これでいけるかな。針金と網はこれでいけて、底綱を日向土軽い排水性のがいいのが入って、どれぐらいだ、これぐらいか。よし、これ入れる量をねこれぐらいかな。で正面をまずどこか決めといて、ここか、ここだな。ここを正面とします。で鉢の正面は割れたとこがいいかな。ちょっとごめんなさいね、正面こっちで。でグググググッとこんな感じの植え付け角度で針金を決めます。こんな感じで持っても大丈夫。よし。これ単純な形なんでこれぐらいのつっつきでいいでしょう。よいしょ。まあ一応今手でねもう小さいんでもう力技でいけちゃいますね。はい、こんな感じです。はい、まあ可愛い感じに仕上がったかなと。はい、でまあ今日ねこういう2つ黒松と五葉松ね植え替えてみたんですけど、今まで真冬の植え替えとかね、真冬に限らず秋とか、春の手前2月とかね、3月でもいいんですけど、全然植え替え今まで何回もしてきましたけど、この時期に植え替えたから枯れたっていうのは今のところうちではないですね。全部成功してます。なんで一応いい時期と経験談として言えますんで、皆さんもね冬植え替えした方がいい木をねあれば、そうですね、黒松なんかは豆切りから今の時期離れてるんで、真冬にした方が豆切りまで期間が空く分、計算がしやすい、芽切りもしやすいみたいなこともあるんで、黒松は特に真冬おすすめですね。ただ注意点は芽がねあまりにも弱い場合は危ないので、それはちょっと春過ぎてね芽がしっかり元気になってから、5月とか4月の後半でもいいかな、元気になってから植え替えて
黒松なんかはもうその年目切りしないとか、そういう感じの考えもあろうかと思います。はい、本日はちょっと長くなりましたけども以上です。冬の植え替えできますんで、はい、やってみてください。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価もあとメールマガジンもよろしくお願いします。